テキラードジョンです。というわけでね、今日はね、ナビの対戦からやっていきたいと思います。これなんて読むんだろうね。THP、千葉、ホクス。わかんない。まあいいや。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行対戦相手の方からルートライダーラッシュ、当然ハードモードですね。インビジブルが9枚というところで、序盤の削りが結構重めに見てくるようなタイプのやり方になりそうかな。まずはインビジブル使って、あと8枚あるんでね、相当削り見てそうですね。ルートの強制とかにもインビジブル使って内側まで行く感じで行くのかな。クロスボウを取って、このまま対空砲がオーラで削れて、戻っていって、投石、長弾、マルチだったり、龍炎砲だったり、モノリスだったり、タウンホールの方に寄せることも、おっと、これは落としてしまう。ナビからすると美味しいですね。これはめちゃくちゃに。だいぶ余力がね、てか余裕があった感じにも見えたんですけど、フォックスが死んだことに気づいてなかったから貯めたってことなのかな。防衛援軍オーブン出てますね。防衛オーブン。僕もレジェンドリーグで使ってるんですけど、設置してね、そのままずーっとこうやって殴り続けてくれるので、オーブン本体がね、やられることがほとんどない。ポイズンを本体にかければ倒せるんだけど、そうするとね、向かっていったアイゴレとかにポイズンが使えなくなるので、ポイズンがね、絶対どっちかにはかからないっていう状況が作れるのがね、強いところかなと思います。ここはクイーンをくじ削って、ロイちゃんに使いたかった、リターンの呪文をクイーンに使っていくことで合流を図っていく。これはいいリカバリーかなと思いますね。まだだってオーブンいるもん。ほら。すごい。で、燃焼ダメージも入るんでね、結構ユニットの固まったところにオーブンが飛んでくるとずーっとね、じりじり食らっていくというところで、オーブンの防衛っていうのもこうして、プロの人たちも試してるような形かな。まだね、結論とか出てないと思うんで、この時期だと。でも、とはいえ、対応するに値するぐらいの強さあるんじゃないかなと思ってて。地味だけど結構、楽しいよね。防衛援軍でオーブン使うの。さあ、結構削れましたね、とはいえでも。ロイちゃんが死んでしまわなければ、ワンチャンもうちょっといい形でね、リターンもできて、インビジブルまだあと数枚あったってところだったんでね、決まってれば削れてそうですね、これ見ると。限界までいったかどうかはちょっとまだわかんないですけど、少なくてももっといい破壊率になってそうですね。68%、結構壊れたように見えるけど。あとなんか知らないけど、新兵器もバンされてますね、これ。なんでだろう。やったーくん、オーブンを、9時ですね。9時にオーブンを置きつつ、ロイヤルチャンピオンの削りから入っていく形。迫撃砲とか対空砲とかね、外周部あると、小物のユニットで削ることができないっていうところを削っていくのがオーブンの役割ですね。なんか、イエティとか、これもちょっと嫌な食らい方しちゃったけど、援軍処理楽だよね、これマジオーブン。最強なんで。いい位置で。ただなかなか援軍自体がやってこない本体がなかなか来ない。ウィザード出しましたね。クイーンまで展開していって、ポイズン処理。外周部で処理をしていこうというところ。燃焼ダメージもアイゴリに入れていく。ここから中心ルートライダー発進ですね。透過兵舎も横に置いていって、マルチアーチャータワーのね、タゲを分散もできるというところ、ロイヤルチャンピオン対策かな。9時相当爆弾固まってましたね。小爆弾と巨爆弾と。で、6時の方にちょっと早めですが、もうここはスケルトンの呪文を置きまして、透過兵舎クイーンパートを伸ばしていこうという形。今回はヒーラー人形とね、ジャイアントアローではないので、できればクイーンの HP も温存して終盤で使いたいというところですよね。ロイちゃんここはロングショット打ってます。この距離から攻撃をしていきつつ、タウンホール合流。どうだオーバーグローを使ってルートも強制してるんですけど、内側の方にキング戻っていきました。ボールクエイクの普通のやつですね。
対空砲折れてから使いたいな、能力も。スターキングいい穴開けしていって、ロイヤルチャンピオンはもう能力をすでに使い切ってるんですけど、ここ、すげえ熱いな、その DE。DE 登場熱それ。DE 登場して、クイーンの方も能力解放してかわしてますね、6時サイド。あとは外周ぐるぐる回っていく形になるんですけど、ロイヤルチャンピオンが HP 結構厳しいですね。しっかりダイクとか、ウィズトのタゲは拾ってかわしていったのですが、ボムターで終了。あとはここウォールブレーカーしっかりつないで最終マルチアーチャーターのところ、綺麗につないで全開。うまい。バーサス。さあ対戦相手ルートライダー編成。これもインビジブルキューブでかなり多めで、レジェンドリーグとかでも最近よく見るインフェルノをこうやって島にして孤立にしてる配置で、以前ね、これファイヤーボールで前回を取られたのが、ここのね、大工の、ね、オットーの小屋になってるんですけど、これ大工と入れ替えて、ファイヤーボールがここに打てなくなるようになってますね。おもろい調整が入ってます。ファイボがここに飛んでね、この辺一区画丸々ぶっ潰されるみたいな戦術がね、ぶっ刺さってたので、それがこれでできなくなりましたね。すごい簡単なところだけど、これだけで。ここは、ロケットスピア、この距離からインビジブルかけて、入れていきますが、タウンホールの方には向かわず、ここで向かってくれたので、インビジブルつないで、ただ、あと1枚なので足りるか、これは。際どい気がする、なかなか。いやー、これ無理じゃない？無理でしたね。ジャイアントアローがあれば、タウンホール射抜くことはできそうですけど、アローがあったので落としていきましたね。ここもオーブン入ってますね、防衛援軍。防衛オーブンもね、どういう活躍するかちょっと見ていきたいですね。さあ、いろんなユニット投げていって、ちょっと、このアイゴレとかヒーローとかに釣られて、綺麗な進行は取れてないか？いいですね。3時側の方もスーパーバーバリアンカットをつないでいく。スーパーバーバリアンよりね、こういうところこそオーブンのが強いと思ってて、なんかスーパーバーバリアンのが強くないみたいなコメントあったんですけど、そんなことなくてね、時間もあるし、時間切れみたいな問題もあるし、スーパーバーバリアンのね、レイジ能力の。3体アーチャータワーとかまであることを考えたら、同時タイミングでやればね、タゲを分散できるみたいなのはあるけど、ポンと置いただけでね、あの辺全部、綺麗にできる。オーブンのが強いシーンはありますね。初手のヤッターくんのやつとかも、そう思うな。バルキリーとかね、なんか細かくいろいろ使って削るとかはあるかもしんないけど、テスラとかあった時のことを考えるとね、初見だと、オーブンの方が、お手軽度がやっぱね、全然違うね。さあ、そうこう言ってる間に、貫通はしましたが届かずと。富士もかなりテスラが固まってて、相当しんどそうな最終区画ですね。さあ、ナイス防衛。ウィザードが壁を殴って終わりかな。さあ、カズマくん。ファイボですね。オデフィーファイボになりそうです。シューター置いて、反対サイドオデヒー。インビジブル使ってファイヤーボールドッカンで簡単にいいですね。破壊をしていきます。この後どう繋いでいくか。シューターも結構刺さってそうですね、上側。ロイちゃんと当たるところレイジで突破しつつ、どっかにユニット出た反対サイド。ジャイアント使って、一応テスラとかそういうもののチェックに入った形ですね。6時ベビドラ。テスラが見える。キングとかサスコと考えてんのかな、これは。ルート整備しました。で、
いいですね。対地クロス、まあ一応ターゲット取ったのも見てからウィザード展開をして、シューターのね、中身がこの辺にターゲット取らないようにってことですよね。これギリギリまだタウンホールかかってないんだ。おお。イエティとか中身入ってたらタウンホールを。まあ、でもどうなんだろうな。レイジとかかけて飛ばせるのかな。はちょっとまだ全部は出てないので、ここ。おオーブン出てきましたね。オーブン出てくる。オーブンラッシュだ。オーブンがタウンホールのタゲを分散して取ってくれることで本体には当たらない。その上でキング処理も狙えると。反対サイドキングゴーレムを使っていきます。6時にはクイーン入ってるかな。クイーンがただ内側に相当入り込んでしまいました。インビジブル薬だねこれ。インブヒーラー人形で、オデヒはオデヒで援軍と当たっている。キングは能力を発動しなきゃいけなくなったところ、サッカークエイク、穴開け、クイーンの延命測っていきます。ラストフリーズは使わなかったので落ちていく。オーブンすげえな。あれタウンホール全然かわせてんだな。ただちょっとキングがいるせいでなかなか。で3時はスケルトンからのロイヤルチャンピオン。残ったところロキバルがまだあるんでね、ロキバル割いていきます。さあタウンホールにフリーズかけてトラップチェックなさそうなので本体発進。この辺丁寧でいいですね。ただどうだタウンホール落としてそうですね。落ちました。ロイヤルチャンピオン落ちる。ウォーデンもヤガゴとかうまいけどね。クイーンがちょっと相手のヒーローに釣られてすごい入り込んだところ、ちょっと時間足りないか。 96%。 いやシューターにオーブン入れるっていうのもなかなか面白かったですね。あれなんかちっちゃく見えるな村が気のせいか。クイヒー来ましたね。おでひーかこれ。なんだクイヒーかと思ったじゃん編成で。でもラバー採用されてんの相当珍しいですね。ラバー1のまあラバルですよね。オデヒーラバルってことか。いや相当。ファイヤーボール確かにめっちゃ強いそれ。ファイボラバルですね。タウンホールこれ誰で取りに行くんだろうね。3ヒーロー合流していって反対サイドダブルイエティ豪華すぎるダブルイエティ豪華すぎやろそのサイドカットで。トラップチェックロケバルいいっすね。しっかりヒーラー回収しつつ、いや超豪華だな。なんか縦ユニット欲しいけどね。アイゴレとかゴーレムとか。さあここサッカーボールクエイクで穴開けしていきましたが、これタウンホールの方にさ綺麗に入れてクエイクで穴開け見てなかった？ウォールブレーカー来ましたね。ちゃんと手元にありました。さあ届いて穴は開きますが盾がいない。呪文はレイジ。ラバル面白そうやな。絶対今の環境むずいよなラバルなんて。やる必要ないもんな。さあタウンホール先に落とせるか。インビジブル使ってこれはタゲがオーブンか。オーブンのスピリットタゲったってこと？今のムーブ。最強援軍じゃん、これ。最強防衛援軍爆誕したじゃん、今の完全に。から、まだインビジブル4発あんだけど、ロイヤルチャンピオンの削りもこっからやっていくと。さあ、レイジ、インビジブル。面白いね、これね。でもただ、あとはラバルしなきゃいけないんだよね、こっから。キングタゲっちゃったか。いや、マルチ IT は絶対降りたいな、ここ。いいな、素晴らしい。しっかりこれは、インブあと1ちゃんと打ってマルチ IT ではなく、アーチャータワーの方取っていく。てか、弱ラバル。超弱えじゃん。これラバル超弱えじゃねえか。なんだこれ。クソザコ編成じゃん。なんだこら。ラバ1バルーン16でこれしか壊せないの？一区画も削れてないけど。弱ラバル。おいおいおい。とりあえずラバルしとけばいいみたいな時代もあったのに。話にならないっすね、これはね。最低やっぱウォーデンは必要かな。ラバル単体で、本来多分もっとね、ヒーローパートで削れてるプランだったので、
多分、まあ残ったところラバル回収でいいよね、みたいなプランだったと思うんですけど、想像以上に弱かったな、ラバルが。まあヒーローちょっとね、崩されたね。いや、今の見てちょっとワンチャンラバル面白そうだなって、編成見た段階では思ってたんだけど、全然やりたくなくなった。全然やりたくなくなった。うん。みじんも気が起きなかったな。さあ、ウォーデン、ここはお手火入りますが、フリーズでの延命、うまい。ちょっとスケルトンでね、竹が取りきれなかったってところですね。で、隣にシューターを置いていく、昔のスタイル。相棒ではなさそうかな。普通のデヒでなってますね。クエイクも持ってきてないというところで。スーパーネクロ。スパーネクはね、ビッグボーイがバネトラップに引っかかるようになるという調整が入りましたね。これシュータールート強そうですね。反対サイドはベビドラ。空飛んでる施設、ユニットがね、タゲが入らないっていうのがこのくじの特徴だったので、ベビドラ使ったんですが、当然対策されてまして、テスラが置いてあったというところ。なければバックアドなんでね、ダッシュ毒みたいなところもある。さあ、アイゴレタテの、ああ。スケルトンタゲ、一瞬ファイヤースピリットのようなものが見えたんだけど、気のせいでしたと。これ多分、タウンホールからの攻撃がそう見えたのかな。ユニットちょっとそれかけてる。アイゴレだけは戻ってくれた。キングとクイーンで外周。キング流れるぐらいならまあまあまあって感じかな。さあ、このキングは、サッカークエイク型ロイヤルチャンピオン内側入れていって、ここでトーム入れていきます。中心部、スーパーネクロのみになってしまいました。頑張れ。その分6時のカットっていうのがね、相当強くなりましたね。3ヒーロー。中央乗り越えられるか、スーパーネクロ。タウンホールは突破してくれました。ロイヤルチャンピオンクイーンの方にレイジを置いて、ここジャンプ合流、クイーンも入れるような形になりましたね。フェニックス最強。ただ、シューターが虹側まで削ってくれたので、残りは3時のところ。クイーンとロイちゃんが能力持ってるんですけど、いいよ。スケルトンの呪文を置いて、ロイヤルチャンピオン能力解放。これ、ロイちゃんにターゲットがね、入らなければ、水塔しかないので周り。火力的にはロイちゃんを落とせないですね。うまーい。で、クイーンの方も能力解放して、3体になってます。あとは、火力の低い水塔をみんなで、ボコボコにして終了と。ナイス旋回、ガーサス。よ。さあ、ドラゴンラッシュにスニージー入ってますね。オーデンの装備が、ヒーローペットがスニージーというところで。まずはインビジブル入って削っていきます。ロイヤルチャンピオン。かなり多めにインブをね、持ってきてるので、ルート強制のインビジブル。もう一度ここでインビジブル使って、救援砲の方に入ってくれるか。入ってくれそうだったんですが、一応ケアでインビジブル打った形ですかね。これまたオーブンいるかな、これは。オーブンいますね。外隠さないといけないけど。諦めたか。だいぶきついっすね。いけるか。いけない。相当しんどい削りになっちゃったな。やっぱちょっと削るだけでも難しいですね。ロイヤルチャンピオンの削りのハードモードっていうところ。ポイズンはオーブンに打っていく判断になりました。6時から展開して、タウンホールをドラゴン迎えるように作っていくようなイメージですかね。クイーンがいないのか。
キングと貨幣車で外周カット力を強めていった形。トーム入れていきます。スニージーもヒーローペット一緒にね、これ動けるの強いですね。さあもうロケバルもここ使っていってロイヤルチャンピオンちゃうが。ゴプリ能力解放。バカゴ強そう。本来はあの辺はロイちゃんで初手削ってるプランだよねっていうところから被弾を受けていく中央。うん。すごいくしゃみだね、やっぱスニージー。くしゃみの音してきた。さあ、破壊率もちょっと厳しいね。初手むずいね、やっぱり。さあ、星3ドラゴンラッシュ。最近ちょっとね、ルートライダー使ってるところもありましたが、ドラゴンに戻ってきたと。オーデンこっちもスニージー採用ですね。オーデンのペットはスニージーが良いのかな。星3が使ってるんだから良いんだろうな。シューター持ってきてるんですけど、富士ですかね。富士トラップチェックのウォールブレーカーとか使ってから、富士シューターセット。良そうだね、シューター。バルーンからのベビードラ使ってここ破壊を見ていきます。ボムターのカットですね。これによってロイヤルチャンピオンのルートとかも邪魔にならないようにしてるのかな。この後の他のヒーローに必要なのか。しっかりね、これオーラだけで壊せるときは内側に誘導するのがうまいですね。ここでボムター切ってあることでしっかり内側に向かえますよねみたいなルートになってそう。インビジブル使って、ポイズンターンもあったので、緩くさせられちゃったと。おー、うまっ。うまっ。誘導インビジブル、うまっ。完璧すぎるタイミング。ドラゴンが30上から使われていきます。インビジブルまだありますが、使ってマルチ IT まで目指していく。うまっ。大丈夫ですね。乗り越えられて、上からドラゴン、トームまで入っていきます。モノリスとかあの辺結構防衛施設からね、攻撃来るところ、使っていきましたが、テスラとかでちょっと膨らみましたね。下はアイゴレとクイーンを展開してるのかな、外周部。削れそう能力発動で6時早めていく破壊を。ロイヤル、ガゴプリの方もね、能力使ってメガゴ出してます。スニージーとこのガゴプリのね、能力でね、ドラゴン以外の飛行ユニットを生み出して、タゲを分散していこうみたいな感じかな。いや、これ強いね。余力やば。なんだこれ。めっちゃ強いな。おー。またなんか、すごいのが来た。ラバドラゴンライダー、ロイヤルチャンピオン削りから。いいですね、対戦相手。なかなか面白い編成たくさんやってきて。ちょっとそりゃ、創意工夫がね、見れるの面白いですね。膨らんで、ここでインビジブル。うわロケットスピアなんだ。遠距離でモノリス打ちたいような、あれだったのかな。これで内側綺麗に、近づいてくれまして、位置変えずに防衛施設打てるっていうのがロケットスピア、これのやり方にね、やるときのメリットですよね。外に膨らまないでその場で立ってられるから、それは強いメリットではあると。これがラストのインビジブル。アロー飛ばしてったんだけど、ワンチャンこれ、エアスイ狙ってたんじゃないかな、今の角度。ちょっと外したか。そしてドラゴンではなくてドラゴンライダーですね。こ
これなんでなんでしょうね。とか、ストライカーとか混ぜなかったら、これヒーロー潰せないけどこれ、ヒーローどうやって処理するのこの編成。ちょっと、考えてるそこらへん。ガゴプリ無双だよ、こんなん防衛。ソラスケもやばいし。面白そうなんですけど、ラバ来ましたね、ここから。対空砲の竹取り。ヒーローどうすんのよ。オーデン、ディギだし、これ。なかなか、シンプルなドヤンキーか、さては。シンプルなドヤンキー様のご来店だった方だ。まあまあまあ。まあ、きついと。まあ、いけるんだったらこの編成流行ってるもんね、絶対ね。まあ、さすがに厳しかったですね。まあ、ハードモードのヒーローって本当に強いんで、ヒーロー対策はね、必須ですね。69%。さあ、本日ラストアタック。パイボかなパイボのクラウス。パイボのクラウス。さあ、テンプレ編成ですが、配置ですが、まあ、取り方の正解はね、きっと知ってると思うんですけど、ノーマルモードとハードモードじゃね、やっぱ、話も変わってくると思うので、どういう削り方になっていくのか。初手、オーデン、ここファイヤーボールぶち込んで、アーチャー削りから入っていきましたね。オーデンが流れないように6時の方に向かうようにしてから、一区画削っていくと。反対サイド、9時にアイゴレプラスのキング展開。ランチャー持ってきてるんですけど、どっちから行くかな。キングの方から行くか、クイーンの方に行くか。それとも単独真ん中同士とかになってくるのかっていうところ、ここ、使い方注目ですね。さあ、オールブレーカー穴開けしつつ、オーデンと合わせて角度変えるとかもありそうだな。ここね、6時とかから転がして。まあ、モノリスにもダメージ入ること考えたらそうだね。反対サイドから来ましたね。クイーンのところからタウンホールに向けてのサポートランチャーが飛んできています。オーブン来てますかね。オーブンとネクロというこのどっちかにポイズン使わなきゃどっちかが処理できないよみたいなちょっと嫌な組み合わせですね、これ。ネクロはだるいな。これね、タウンホール越しにモノリスにも結構ね、入ってるのいいですね。さす、中心部レイジ置いて、これヒーローパートよく伸びんな、こんな。ハードモードのヒーローなんてめっちゃ弱いのにね。さクイーンも結構伸びていって、いや、十分削れましたね、これは。おー、ヒーラーがすごいスラワーな解除してくれた。あ、ガゴプリスタート。からここロケバル刺していく。うまい。衰弱してますからね、防衛施設が。この時間にロケバルをぶっ刺すっていうのも非常にいいですね。いや、このガゴプリめっちゃうまいな。だいぶ施設削れましたね。さあ、これ、9時側削れたら、ね、表面の龍炎砲が裏に対して無防備になるので、ロケバル刺し放題。これめっちゃ強えな。ユニット余りすぎでしょ。ヒーローの削りがね、やっぱ大事なんですけど、あまりにもうまい。さあ、そしてここはテスラで。呪文超残ってる。やっば。これハードモードでしょ。やば。うますぎやろ。バケモンすぎる、これは。圧倒的全開。素晴らしいですね。まあ、配置はね、テンプレ配置とはいえ、完璧なクオリティでしたね。はい、というわけでね、終わりまして、14対10、圧倒的展開だったかなと思います。強すぎる。おっさんとかクラウスのやつとかね、余力がめちゃめちゃすごかったっすね。クラウスのはマジで、ハードモードでもまだ施設余裕があったから、新防衛施設があと2、3個あってもね、ロケバルだけで全然全開取れるぐらいの、超余裕な全開でしたね。えぐいな。カズマくんもね、90いくつかの時間、ね、もうほんのちょっとの差みたいなね、あれだったんでね、あれね、あれもなんか本当にうまいこと何かが変わってれば前回まで言ってたようなパーフェクトゲームが取れそうな対戦でしたね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でしましょう。さよなら。